バシャーモの強さ無課金評価、ジャスパルと申します。2周年記念フェスティバルで登場したバシャーモについて解説していきながら、その強さを紐解いていって、最終的に無課金目線で評価考察をしてみる試みとなっております。よろしければ前回樹海編もご覧いただけますと幸いです。炎タイプではなく格闘タイプでの参戦となったバシャーモ、草タイプの樹海が同期でありながらラピスラズリ湖畔における大きなライバルとなりそうなので、両者の強みをしっかりと理解しておきましょう。それでは参ります。ということで、まずはバシャーモのステータスについてざっくりと確認しておきましょう。バシャーモはアチャモの最終進化系、格闘タイプの木の実が得意なポケモンです。アチャモの時点では炎タイプで睡眠タイプもスヤスヤなんですが、ワカシャモに進化した時点で格闘タイプに変化して睡眠タイプもぐっすりになります。厳選するならスヤスヤ、雨集めならぐっすりを狙いたいところですね。格闘タイプの木の実得意ポケモンはオコリザルに続き2体目となっております。後ほどオコリザルについてもちょこちょこ触れますね。基礎手伝いスピードは43分20秒、2600秒で、同じく木の実得意ポケモンとしてはキューコンやジュペッタが同じスピードとなります。木の実エナジー的には炎タイプのキューコンと全く同じです。ゴーストタイプのジュペッタよりわずかに高いですね。なのでキューコンを育成されている方であれば、自分の元気だけ回復する格闘タイプのキューコンって感じかみたいなイメージがつくかと思います。なお、オコリザルのお手伝いスピードはバシャーモより200秒遅い2800秒となっておりますので、事実上の格闘タイプの最強木の実得意ポケモンはバシャーモに入れ替わりました。これはオコリザルも怒り心頭なんじゃないでしょうか。とりあえずバージョン 2.10.3 現在、バシャーモは格闘タイプ最強の木の実得意ポケモンなんだって覚えておきましょう。続いて集める食材がめちゃくちゃ特徴的です。第1食材味わいキノコ、第2食材若草大豆、第3食材ピュアなオイルとなっています。第1食材味わいキノコ、ついに来ましたね。1個167エナジーを誇る美味しい尻尾太い長ネギに続き3番目にエナジーの高い食材です。リリース直後はレベル30まで集められるポケモンがおらず、昨年原種のウパーとヌオーがその常識を変えたことで知られるいわゆるレア食材だったわけなんですが、ポケモンスリープも2年、ついに木の実得意の第1食材にも加わられることになりました。これ来年には太い長ネギ第1食材の木の実かスキルのポケモンが来たっておかしくなさそうですよね。何はともあれ、非常に高いエナジーを持つ味わいキノコのおかげで、第2食材の大豆は4つ、第3食材なら6つ、オイルなら5つと、他の食材たちも数が多めとなっているのが特徴的ですよね。若草大豆に関してはオール得意のダークライと同じ個数ですもんね。木の実のポケモンとしてはなかなか破格です。ちなみにレベル30になってようやく味わいキノコ1個を集められる格闘タイプの木の実得意ポケモンがいるらしいんですよね。それなのにこんなポケモンを追加しちゃったら怒りの臨界点超えちゃいませんでしょうか。お待ちしております。なお、バシャーモの食材確率は 15.30% なんだそうです。食材のエナジーが高めなポケモンたちはどうしても食材確率が低くなる傾向があるんですが、その例に漏れず結構低めですね。というか、木の実得意のポケモンとしてはワースト2位の食材確率となっているようで、ワースト1位は同期のラグラージ 14.60% です。ワーストとは言ったんですが、木の実得意ポケモンの食材確率が低いということはむしろプラスで、本業である木の実お手伝いの割合が多くなるということを意味しているので、食材のエナジーが高くて食材確率が低いバシャーモラグラージュは木の実のポケモンとしては非常に効率化された優秀なステータスだと言えるかと思います。そんな中でもラグラージと大体同じ食材確率でありながら、ラグラージよりお手伝いスピードが速く、ラグラージの若草コーンよりもおよそ 20% もエナジーの高い味わいキノコを集められるバシャーモは、ラグラージよりも食材面が優秀なとんでもなく洗練されたデザインのポケモンだってことがわかりますね。やっぱり新ポケ非常に魅力的です。ちなみに樹海もスキルポケモンというか全ポケモン中ワースト2位の食材確率 10.70%、 すなわち木の実率 89.30% なので、木の実の数 S との相性がいかれてるんですよね。お手スピも爆速ですしね。
なおワースト1位はプラスルの 10.30% です。2周年記念の登場ポケモンたちは本当にこれまでにない思い切った調整がされていそうなことが伺えますね。そんなわけでバシャーモン、食材ポケモン以外では初となる第一食材に味わいキノコを備えた食材面もかなり優秀な木の実ポケモンです。続いてメインスキル参ります。元気チャージ S となっております。昨年のホゲータに続きまたしても炎御三家は元気チャージとなりましたね。ラウドボーンの元気チャージはどちらかというと耐久ポケモンとしての体力回復、技でいうところの怠けるっていうイメージなのかなと思ったんですが、バシャーモの元気チャージは元気が減っても自分自身で元気を回復してパワーアップする、さながら特性猛化のような、それでいてスピードが落ちても加速し直す様は隠れ特性の加速を表しているように思えなくもないのかなと思いました。どうやらスキル発動率は 4.90% となっているようで、同期のプラスルマイナンと同じです。彼らよりはお手スピが若干遅いんですが、しかしながらスキルのポケモンに匹敵するくらいの発動期待値は持っていますね。無補正でも日に3回近く発動できるポテンシャルがあるようです。なおラウドボーンはお手スピ2700秒でバシャーモより100秒遅いもののスキル率 6.20% あるらしいので彼には届かないんですが、ラウドボーンはぶっちゃけ過剰なくらいだったので、超ざっくりバンギラスとかボスゴドラとかと同じくらいには元気回復が得意な子って感じですね。ウツボットとかヌオーよりは得意です。その性質からヒーラー不在でもかなり元気にお手伝いしてくれますし、元気ダウンの性格でもそれなりにカバーが効くでしょうし、遊びの幅だったりチーム編成の幅を広げられるポケモンとなってくれそうです。逆に元気オールのヒーラーを常駐させているタイプの方の場合は実質スキルなしとなりかねなかったりもするので、ここは結構突き詰めていくとチームビルド構築で差が出せる部分な気がしますね。そんな元気回復はかなり得意なメインスキル元気チャージ S でした。続いて最大処理数は22個プラス10個の32個ですね。木の実得意ポケモンなので最大処理数を超過しても影響は最小限というか、むしろいつの間に育成の方が強いっていう状況もあるかと思います。なのでそこまで厳密に管理せずとも強いんですが、とはいえ食材にも個性のあるポケモンですし、いつの間に育成の時って同レベルのメガニウムの方がわずかに強かったりもするので、食材を活かせた方がよりベターって感じにはなりそうですかね。スキルが超強いというわけでもないので多くて困ることもないんですが、なくても気にはならない最大処理数32個でした。そしてゲットするために必要なフレンドポイントは20。一般的な二進化ポケモンのデフォルトって感じですね。スキルが強いジュカインやラグラージに比べると元気チャージの重要度は若干は落ちるかと思うので、彼らに比べると直接ゲットしても強さが損なわれにくいのは特徴かなと思います。めちゃ強ヒーラーがいる方だったり、常にヒーラーが常駐してるよみたいな方はスキルレベル1でも十分かなと思いますね。基本的にはアチャモのフレンドレベルを10にして木の実の数 S を狙いに行くっていうのが木の実ポケモンの厳選のセオリーかと思うので、チャンスがついた時なんかにはバシャーモ運試ししてみてもいいかなくらいで考えてみてください。フレンドポイント20でした。なおバシャーモに進化するための条件は若シャモレベル27以上でアチャモの飴80個です。ホエン御三家はみんな進化レベルが一緒ですね。そんなバシャーモのステータスでした。というわけで、まずバシャーモのステータスをご覧になっていかがでしょうか。シンプルに格闘タイプ最強の木の実得意ポケモンなので、ラピスラズリコハンで活躍できる木の実得意がいないよって方は積極的に狙ってもらっていいんじゃないかなと思います。しかしながらバシャーモ、ラピスラズリコハンにおいてはかなりライバルが多い上にみんな強いので、その強みをしっかりと理解して採用してあげてほしいなと思います。ってことで他のポケモンたちと比較しながらバシャーモの強み探っていきましょう。そんなわけでラピスラズリコハンで活躍できるポケモンたちに集まってもらいました。左からバシャーモ、メガニウム、ジュカイン、クレセリア、ヒーラーのサーナイトです。全員レベル60で、バシャーモ、メガニウム、ジュカインは木の実の数 S を、クレセリアとサーナイトはスキル確率アップ M を持っていてスキルレベルマックスにしています。フィールドはラピスラズリコハン、フィールドボーナス 75% で睡眠時間9時間3食付きの想定です。また料理のボーナスは計算に含めず、食材は純粋なエナジーのみが表示されています。ってことで見ていくんですが、まずヒーラー込みで分かりやすく最強なのはジュカインですね。
まあ周りのポケモンのレベルもある程度は重要な木の実バースト使いを分かりやすいっていうのもちょっと違う気がするんですが、とにかくスキルと合計した木の実のエナジーは11万を超えており圧巻といったところです。これでスキルレベル3のままなので、いかに条件を整えた時の樹海が強いのかっていうのが分かりやすく見えてるんじゃないかなと思います。お次、クレセリアは置いておいてメガニウム。木の実のエナジーはバシャーモを上回っています。いつの間に育成ならメガニウムの方が強いの通り、基礎的なスペックは本当に完成されていますね。エナジーチャージ S の分も含めて堅実な強さが見て取れます。リラックスカカオのエナジーも高く、そもそも集めるのが難しい食材であることなんかを考えても本当に優秀なポケモンだなと思いますね。方円地方からラピスラズリに刺客が2体も送り込まれてきたというのに輝きを失わないスタンダードゆえの強さが集まっているかなと思います。メガニウム本当にいいポケモンです。で、それらと比べるとバシャーも若干見劣りしちゃってるんですよね。理由は皆さんもうなんとなくお分かりなんじゃないかなと思います。食材とスキルの強さが見えていないからこれに尽きるんですよね。この計算結果ではクレセリアとサーナイトがいてヒーラーマシマシ状態になっているので、バシャーモは実質スキルなしと同義になっちゃってるんですよね。でもこれはこれで分かりやすかったかなと思います。食材とスキルを活かせないと誰かの劣化になりかねないんだなと。ではまず食材の強さを見てみましょう。こちら前回の樹海編でも使った画像なんですが、食材のエナジーを比べたものになります。この食材のエナジー全員現在の最強料理のレシピレベルマックス65だった時の倍率に置き換えたものです。クレセリアがぶっ壊れているのは置いておいて、さすがバシャーモ、一部ダークライに並ぶだけあって木の実得意ポケモンの中ではトップクラスの食材エナジーを稼ぎ出しています。これ本当にトップクラスで、そもそもメガニウムって木の実ポケモンの中では食材トップ層なんですよね。同じくトップ層にバクフーン、オーダイル、ライチュウなんかもいるんですが、彼らよりも若干食材エナジーが高いのがバシャーモなので、まさしく木の実ポケモンで食材最強と言いたいところなんですが、食材ゲットを持っている子たちがいるので最強というのはちょっと語弊があったりするんですよね。方円地方5つ目のジムリーダー千里パパの切り札ケッキングと四天王プリムの切り札トドゼルガがおりますので、まさしく彼らを倒さなければ最強は名乗れませんね。と余談をさておき、食材面は木の実のポケモンとしては非常に優秀なんですよね。エナジーだけでも優秀なんですが、やはり集めるのが難しい味わいキノコを持ってくるっていうのはエナジー以上に評価できるポイントだとも思うので、バシャーも食材面も評価しないことには語れないポケモンになっているのかなと思います。さあ、食材が優秀なことは分かりました。最後はスキルの強さも見てみましょう。先ほどまでのヒーラーたちクレセリアとサーナイトを抜いてみました。シンプルに己の力だけでお手伝いしてもらいましょう。そうするとなんとバシャーも樹海院とほぼ同じくらいエナジーが稼げていることが分かります。この計算結果なのであればラピス最強に躍り出ましたね。元気が及ぼす影響がどれほど大きいのか分かりやすい例になったかと思います。メガニウムも樹海院も最初の画像より3万エナジーほど落ち込んでいるのに対して、バシャーモは1万エナジーほどで抑えられています。元気チャージが強いというべきか、元気オールがイカれているというべきか、とにかく元気チャージが活かせる環境下であればバシャーモは非常にハイスペックなんだっていうことがお分かりいただけたんじゃないかなと思います。ちなみにこの状況で料理エナジーを比較するとこうなります。もはや樹海院と2万エナジーも差が生まれちゃってますね。まあ樹海院には切り札メインスキルの種があるので、スキルレベル6にすればここからプラス2万エナジーくらいは盛り返せたりもします。しかしながら食材とスキル、その両方が活かせた時のバシャーモの強さはスキルレベル6の樹海院を食ってしまえるほどなので、カタログスペックはやはりとんでもない化け物だなぁと2周年を祝うにふさわしい強さを感じさせますね。でです、食材の強さと元気の強さ、バシャーモの強みが分かったところでそれを活かせる場所があるのかどうかっていうのが最も重要なことなんですよね。何せ元気の強さ、元気オールの法外な強さをもう皆さん目の当たりにしたわけです。あのスキルがあるのとないのとでメガニウムや樹海院は3万エナジーも差が出ていましたよね。なんならバシャーモだって1万エナジーは減っていました。ってことで
元気オールってもはやポケモンスリープでは使わない人を探す方が難しいくらいの派遣スキルになっているかと思います。そんな環境の中、バシャーモの居場所はあるんでしょうか。ある意味ここからがようやく本題ですね。じゃあバシャーモはどこで活躍できるの？探っていきましょう。バシャーモの活躍の場はパルの考えつくもので大きく3つ存在しています。一つが料理主体のチーム、もう一つが元気チャージが多いチームや元気エールがヒーラーのチーム、そして最後若草 EX の可能性。こちら順番にお話ししていきます。まず料理主体のチーム。料理主体のチームでは木の実主体の時よりも元気オールの重要度が下がると考えています。ここからはちょっとややこしい話です。なるべく分かりやすく説明するんですが、まあそんなに気にしなくても大丈夫です。画像はヒーラーがいる場合の食材ポケモンの例、不思議花リザードンカメックス、みんなレベル 60AAA 食材確率アップ M を持ってもらいました。みんな食材数は100個ちょっと、関東御三家のパワーも凄まじいですよね。でこっちがヒーラーなしバージョン。ヒーラーがいなくなってしまったのでバシャーモ以外は1日のお手伝い回数が20回前後も減ってしまいました。ヒーラーって本当にすごいんですよね。お手伝い回数が20回ほど減っているのであれば、だいたいみんな食材確率 30% 以上あるので、まあ3分の1としても6回くらいは食材お手伝いが削られていそうです。食材ポケモンの食材個数257のポケモンはレベル60であれば食材お手伝い1回につき平均 4.67 個の食材を集めますので、まあ 4.7×6 であれば28個くらい食材が減っていそうです。ってことで食材の数見てみましょう。さっきは100個ちょっとでしたよね。28個くらい減っているのであれば72個くらいかなと思いきや、みんな90個ないくらいなんですね。15個くらいは減っているので、食材お手伝い 3,4 回分くらい減ったってことがわかります。で、なぜこうなるのかというと、寝ている間の最大所持数の分があるからですね。最大所持数を超過した分はもちろん木の実だけになってしまうので、食材やスキルのポケモンにとっては大きなパワーダウンになってしまいますよね。で、今回の計算、最大所持数はヒーラーなしだったとしてもみんな7時間くらいでいっぱいになっちゃってるんですよね。寝ている間の今回なら9時間で集めている食材の数はヒーラーがいてもいなくても変わっていないんです。もちろんね、最大所持数アップとか、食材の個数がカカオのカメックスだったら少ないよねとか、お休みリボンとか、なんなら分割睡眠とか、実際には考慮すべきことがもっとたくさんあるんですが、今回の計算の場合、ヒーラーがいることによってお手伝い回数自体は20回ほど増えてはいるんですが、食材お手伝い回数にすると 3,4 回増えているのみとなりまして、木の実お手伝いが16、7回増えているってことになってます。食材ポケモンの木の実お手伝いをたくさん増やしてもそんなに強くないよねってことで、相対的に食材ポケモンは元気オールの影響が小さめなんですよね。で、今回の場合で言うとサーナイトの代わりにマスカーニャに入ってもらったんですが、マスカーニャの食材が70個ほどで、サーナイトが入っていた時はみんなざっくり15個ずつは食材が増えて、サーナイト自身のリンゴが27個くらいだったので、まあ75個前後くらい。個数に直すと大体トントンなんですが、エナジー的にはポテトの方が高かったりだとか、マスカーニャのスキルの分が浮いていたりもしますよね。ってことで、料理主体の場合って必ずしも元気オールを入れなければいけないというわけでもないんですよね。まあ実際はね、本当はこれに鍋拡張のジバコイルだとか料理チャンスのデベンネとかも入ってくるかと思うんですけど、彼らも彼らで一日中入れっぱなしにするのが強いというわけでもないですし、食材バッグの分も考慮すれば食材には余裕が持てる時もあるかと思うので、多少元気オールでサポートしてあげて元気管理するくらいで十分ってなるかと思います。まあそんなわけで長々話したんですが、料理主体のチームであれば元気オールが必ずしも必要ではないっていうことはなんとなく伝わりましたでしょうか。そんな中でラピスラズリコ藩、食材にはまだまだ余裕のある、例えば月曜日火曜日とか、なんならね、食材が足りている時はいつでも強さを保ってくれるのがバシャーモというポケモンなんですよね。
シンプルにキノコも集めづらいですし、木の実ポケモンとしては食材集めトップクラスのバシャーモが料理主体のあなたのチームを一段階上のステージに押し上げてくれることでしょうってことで、怪しいセールストークみたいなものも繰り広げたところで、ぜひね、反論もお待ちしております。元気絡みってね、マジで理解するのがバチボコに難しいので、それ間違ってますよとか、こっちの方が効率いいですよとか、そういったものは無限に募集しています。食材ポケモンの元気理解日記ネキお待ちしております。とりあえず1つ目、料理主体のチームで輝きそうでした。ようやく2つ目です。元気チャージが多かったり、元気エールがヒーラーのチーム。こちらの方がより分かりやすいでしょう。というのも1つ目の発展系みたいな感じですね。昨今、特に食材ポケモンの元気チャージ持ちが増えました。サンプルのメザパシチューチームを組んでみたんですが、トマトのウツボット、キノコのヌオー、大豆のバンギラス、コーヒーのボスゴドラ、そしてキノコの補佐ができるバシャーモ。食材集めは全員元気チャージで組めてしまいます。ここまでやれる人は稀かと思うんですが、元気チャージなしの食材ポケモンですら元気オールがなくて十分に強かったわけですが、彼らであればさらに必要なくなります。この場合、ヒーラーを入れているチームよりポケモン1体分多く入れていると言っても過言ではないことにしましょう。そうなってくると輝くのが元気エールだったりするんですね。スポットで入ることになる鍋拡張担当やデデンネ、ピンポイントでごっつり回復できたらな、そう思ったことはありませんでしょうか。元気エールであれば元気が低いあの子をピンポイントで超回復、たまにやらかしますし、元気を下げておかないとピンポイントで狙ってくれないっていう扱いづらさもまだあるにはあるんですが、元気エールはこういったチームではいぶし銀の活躍を見せてくれるかと思います。エール先ね、そろそろ自由に選べれるようになってくれませんかね。ちなみになんとですね、元気を回復しながら鍋拡張をするというとんでもないポケモンが登場したんですよね。マイナンって言うんですけど、条件付きではあるもののスキルレベル7であれば現時点でも目覚めるパワーシチューは発動1回で作ることができますし、もしや運営さんはこれを想定しているのかもしれませんね。動画制作時点ではストリンダーがマイナスのスキルを使える可能性が出てきたので、元気チャージ界隈が今後盛り上がりを見せるかもしれませんね。パルはね、非常に注目しています。無課金で使いこなせるかどうかっていうのは一旦置いておいて、そんなわけで2つ目、元気チャージが多いチームや元気エールがヒーラーのチームでした。そして最後、若草 EX でも活躍する可能性があると思っています。これもこれまでの発展系となるんですが、若草 EX ではカビゴンの好物の木の実に選ばれなかった15タイプがお手伝いスピードが遅くなるデメリットが発生します。動画制作時点でどの程度遅くなるのかっていうのまで判明していないんですが、普段活躍しているヒーラーがあんまり活躍できないっていう可能性が考えられます。バシャーモが活躍しているのであれば、そもそもヒーラーがいない格闘タイプが選ばれているはずなので残り2タイプ。そうなってくると単体で完結した強さを持つバシャーモは若草 EX でもパフォーマンスを落としません。今回はあくまで可能性の話なので、実際の仕様が判明したらまた動画にしたいなとは思いますけれども、バシャーモ若草 EX でも大活躍の可能性を秘めています。といった感じでバシャーモの強さだったり活躍の場を模索してきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。ざっくりまとめると、食材の能力がキノコを集められるってとこまで含めて木の実ポケモントップクラスで、元気チャージによる単体で完結した強さが大きな魅力となるバシャーモ。ヒーラー不在でも強いことや貴重な味わいキノコを持つことから始めたてのプレイヤーでも扱いやすい上に、その進化は料理のチームで稼げるエナジーをさらに一段階上のステージに押し上げるところにあるなと感じましたので、料理の地盤が整ってきた、それこそ2年間続けてきたプレイヤーも大満足な2周年を彩るにふさわしい美しいデザインのポケモンだなと思いました。これまで2年間お世話になってきた元気オールをたまには手放して3周年に向けて新たな世界へバシャーモと共に飛び立ってみませんか。そんなポケモンかなと思いました。というわけで現時点でのバシャーモの強さと評価はこんな感じかなと思います。ぜひ皆さんの評価や感想もお聞かせいただけますと幸いです。コメントお待ちしております。で、最後に無課金初期勢パルとしての評価をここから抜き出していきたいと思います。パルにとってのバシャーモは
評価鬼ムズ。無課金が目指したい理想の一体になる可能性くらいのふわっとした評価でお茶を濁させてもらおうかなと思います。いやね、マジで評価が難しすぎるこのポケモンで、その評価が難しいポイントっていうのが、まず無課金に向いてると思うんですよね、馬車も。その上で無課金で強く使いこなすっていうのがかなり難しいんじゃないかと思うんですよね。それがね、もうわけわかんないくらい評価が難しくて、ちょっとね、矛盾しちゃってるんですよね。なので、理想の一体になるポテンシャルはあるんじゃないかって思ってるんですけど、いや、今はそこまで評価できないのかもしれない。むずいただ、それでもね、評価したいって思っちゃってるんですよね、バシャーモのことを。評価したい。もう感情だね。俺はこいつを評価したい。ので評価鬼ムズですまずね、無課金向きだと思うんですね、馬車も。見ていただいた通り、食材と元気チャージが活かせた時に強いので、むしろ課金されてる方とか、いわゆるガチ勢とはそんなに相性良くないんじゃないかって思ってて、例えば最強神ヒーラーがいますとか、5++で元気管理できますとか、分割睡眠元気回復ボーナスで元気管理できますとか、お手ぶマシマシなのでヒーラーは割と安定してますとか、キャンチケが使えるときは元気も食材も余裕持ててますとか、そういう環境下であればもうね、スッと樹海院入れる方がよっぽど強いんじゃないかと思いますし、なんなら馬車ーモが入る余地ってそんなにない気もするんですよね。そこまで行くと若草 EX を見据えた格闘タイプ担当とか、 AAA まで厳選してのキノコ補佐も任せますとか、そういう次元になってたりもするのかななんて思ったりはするんですけど、まああくまでね、私はなんですけど、ポケモンスリープ2年間やってて、ちょっとその域には程遠いのでむしろ相性は良かろうと、馬車ーモである意味が大きいんじゃないかなとは思うんですよね。ただ突き詰めようとすると、それこそ樹海院よりもはるかに厄介なんじゃないかと思ってて、やっぱり馬車ーモを生かすのであれば最終的には元気オールからの脱却を目指したくなりそうなんですけど、それもそれで多分簡単なことではないじゃないですか。じゃあ例えばマイナンを採用しますとかできたらいいんですけど、突然メインスキルの種12個要求されますみたいなね、まあ極端な話ですけど、他には元気エール族もね、キュアワーは無進化ですし、ヤドキングリーフィアは進化アイテムを要求してきますしなんであんなに一筋縄じゃいかないんですかで、馬車ーモ時代も食材が潤沢に集められるチームが、基準としてあって、その上でスキルのポケモンたちも運用しながらさらなるエナジーの底上げのために入れたいみたいなポケモンだと思ってるので、まずしっかり料理場の地盤が固まってないとポテンシャルを活かせないんじゃないかみたいな思いもあって、それハードル高くねみたいななのでね、すごく評価したい思い、工夫のしがいのあるいいポケモンだなっていう思いと、いやむずいよなっていうこの2つその上でアンバーが格闘のフィールドであったなら間違いなく評価寄りにしてると思うんですよね。多分私好みのデザインなんだと思うんですよ、馬車も。でも今料理のことを考えるのであれば、アンバーの料理環境について考えたいタイミングだと思いますし、結局のところ木の実のポケモンなので、ここは樹海院と同様なんですけど、多分アンバーでは活躍しないじゃないですか、馬車もはなのでね、評価したいっていうクソデカ感情1に対して、いや今は評価できなくねっていう正論パンチマンもまた3くらい同居してるっていうねなので冷静に考えたらやっぱり今はあんまり評価できないのかなと思います悲しい次格闘のフィールドであってほしいルカリオとかさ、修行しない？アンバーで馬車ーモと一緒にまあそんなわけで最後評価改めてね、評価していきましょうか。無課金初期勢のパルにとっての馬車ーモは今は評価しづらい。ただある一つの理想のチームの形を示してくれてありがとう早く次の格闘島かラピス EX 来てくれ。こんな感じでしょうかね
ラピス EX が来る時なんかさ、もう今とは全く環境が変わっていそうな気もするので、その時までバシャーモが強いことを願って一旦ね、若草 EX に向けてアチャモの厳選は進めておけたらなと思いますね。目指せお敵のだね一応ね、私アンバーでもアチャモ出てくる読みをしているので、そこは楽しみにしておきたいなと思います。そんな感じで私の評価はこうなりましたけれども、ぜひ皆さんのバシャーモ評価も教えてください。なんやかんや言ったんですけれどもね、適当に編成してるだけでも常に85点くらいは出してくれそうな本当に超優秀なポケモンだと思いますので、初心者の方なんかにもめちゃめちゃおすすめできると思ってます。ぜひね、いろんな視点での評価感想が聞けたら嬉しいです。コメントお待ちしております。そんなバシャーモの強さ無課金評価でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドを押していただけますと動画制作の励みになります。ラグラージ編も頑張って作ってくれよなと思われましたら、ぜひ高評価ポチッとお願いいたします。バシャーモお待たせいたしました。それではバシャーモの示してくれた元気オールからの脱却、また新たな料理パの形、今後も探っていきたいと思います。おそらくマイナン編でまた触れることになるかなと思うので、動画頑張って作っていきたいなと思いますが、おそらく先にストリンダーが来ていると思いますまあ今後も料理パから目が離せないぜってことで、またの動画でお会いいたしましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。